いやー美味しそうですね。であとはバジルの葉っぱをちぎってで混ぜ合わせる。はい、こんにちは。シェフのホイルです。今日はナスとトマトのパスタを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティ、ナス、トマト、ニンニク、バジル、カチョリコッタ、塩、きび砂糖、オリーブオイルです。はい、それでは今日は季節のナスを使ったパスタを作っていくんですけど、これは今日フレッシュトマトとナスっていうことで南イタリアにありそうなちょっと技ありなパスタをこれから早速作っていきます。はい、それでは早速材料をカットしていきます。でトマトは細かめにカットして塩ときび砂糖でマリネして、まずはうまみを引き上げていきます。これはトマトに対して1% なので、このトマトは 300g なので 3g の塩ときび砂糖を入れて、でこうやって測りながらやると間違いないです。でこの状態で約10分ほどトマトを置いて水分を出していきます。次にナスの掃除をしていきます。まずは袴の部分をギリギリで落として、で乱切りに切っていきます。でナスのトマトパスタっていうとホールトマトを使った濃厚なトマトソースと合わせるのが定番だと思うんですけど、今日はソースがフレッシュトマトでかなりあっさりしてるからこそ、この後揚げたナスのコクとチーズの濃厚さで調和を取るようなパスタにしていきます。でニンニクは潰して、でバジルは葉とこの茎を分けて、葉は最後に、で茎は最初に使っていきます。でまずは潰したニンニクとバジルの茎も一緒に入れて、美味しいオリーブオイルで香りを抽出していきます。で徐々に加熱していって、今日ですね気持ちオリーブオイルがいつもより 5cc ぐらい多いんですけど、これはさっきカットしたナスで乱切りにしてかなり大きめに切ったんですけど、今日あえて皮剥いてないです。でこのフライパンの少し多めの油の中で一緒に揚げ焼きにするような方法にしたので、気持ち油が多めっていうイメージですね。で今だいぶふつふついっていい香りが立ってきたんです。そしたらまずバジルの茎の方から焦げていくので、バジルの香りが立ったらこの茎の部分は外します。でまだニンニクはそこまで色づいてない状態なんですよ。香りが出始めてるぐらい。この段階で今日はここでナスが入ります。で今日ナス入れるときは皮面を下にして焼きます。で全然音が鳴ってないと思うんですけど、まずはこれで大丈夫で、小さい低い温度から火を入れていきます。でこれ皮面から焼いた理由は、ナスは身側から焼いてしまうとスポンジのようにどんどんオイルを吸ってってオイルが足りなくなっちゃうので、こういう揚げ焼きとかする時にナスはね皮を剥かないのがポイントです。で皮面を焼くとやっぱり油吸いづらいので、ここで8割ぐらい皮面を火入れしてあげると柔らかくなります。で火はこれぐらい、このふつふつしてるぐらい、あまり強くしすぎるとナスも皮が焦げちゃうので、そこまで強い火じゃなくて大丈夫です。これぐらいふつふつした状態で、もうこの状態をキープで、まず塩身側に軽くして、でずっと加熱してるとニンニクが焦げてくるので、ナスの上かなんかにも乗せて、とにかくもうここでじっくりナスを火入れしていきます。でナスを今火入れしてる間に、今日は1.7 ミリのスパゲッティを入れていきます。で今日のパスタはフレッシュトマトとナスで結構あっさりめの食材であるんですけど、チーズたっぷり使っていくので、1.7 ミリ以上の太麺がおすすめですね。今日はブロンズタイプでやってます。で焼いてるとひっくり返すタイミングがわからないと思うんですけど、ナスからナスの香りがしてくるんですよ。ナスの香りが立ったら初めてひっくり返す。
そうすると今かなり焼けてる状態、もうちょっとナスが柔らかくへにょっとなったような状態になるので、ここで身側を焼くことによってオリーブオイルが全然減ってないですよね。この状態を作ることが大事です。で今もうだいぶナスが今もうすごく柔らかい状態、ここまで来たら一回バットにあげます。でそしたら先ほどマリネしたトマト、このもう今水分が出てかなり濡れた状態になったので、ここまで来たらこの今ソースの中に加えていきます。でトマトが入ったら、ここから中火から強火で炊いていくんですけど、これはフレッシュトマトの場合はホールトマトほど酸味がそこまでないので、そんなにずっとガンガン強火にする必要がなくて、ここでしなきゃいけないことは今温度を上げてトマトを柔らかく煮ていくってことなんで、沸いた状態が作れたら蓋をします。で今日パスタは8分茹でなんですけど、ここのソースがその半分4分ぐらいですね。強火でやると焦げちゃったりするので、中火ぐらいでトマトを柔らかくしてあげるっていう状態にしていきます。でここで最初にマリネをしていなかったら、このフライパンの中で味付けするので味がかなりブレちゃうんですよね。でそれを最初にマリネしてるから、もうここでやることって何もやることがない状態が理想なんですよ。そうすると味もブレないし、すでに美味しいっていう状態が作れます。で今ソースを加熱しているところなんですけど、今日のパスタはフレッシュトマトとナスでフレッシュ系のものだからこそ、チーズのコクがすごく大事なパスタになってきて、今日使うパスタは前回料理教室で生徒さんからお土産でいただいたチーズで、これは南イタリアのプーリア州のカチョリコッタって言って、ヤギから作られるセミハードタイプのチーズなんですけど、南イタリアは、パルミジャーノ・レッジャーノよりもこのカチョリコッタっていうのをパスタの上にかけて塩気とコクがあるものなんですけど、これとナスの組み合わせがすごく相性がいいので、仕上げに僕はこれかけていくんですけど、今日のパスタは粉チーズでやっていただいても全然大丈夫です。はい、それでは今4分ぐらいソースを煮たので中身を見ていきます。いやー美味しそうですね。いい感じに加熱されてます。でこす時の目安は、押した時にもう完全にトマトが崩れてるよっていう状態です。この状態を作ることがとても大事です。でこの時に一緒にさっきのニンニクも潰しておくとパンチも入るのでいい状態になります。でここまで来たら一回こしていきます。でこれをざるとかシノワとか何でもいいんですけど、一回こしてあげると皮が軽くこします。こうするとですね、やっぱりオイルベースとかだったらトマトのプチプチ感とかで皮あってもいいんですけど、トマトソースとしてだとやっぱり皮が口に残っちゃうので、こうやって粗めのもので大丈夫なんでこしてあげるといい状態になります。でこのこした下のソースを戻して、でこれで今もう美味しいソースなんですけど、まだちょっとシャバい状態です。でここに麺を合わせていきます。はい、それでは麺が茹だったので合わせていきます。でこした状態、今ソースがシャバい状態で結構心配される方いらっしゃると思うんですけど、ここで仕上げのパスタを加えたら必ず強火です。強火でソースを詰めながら、ここで濃度をつけるっていう仕事なので、シャバくてもそれが正解で問題ないです。で強火で炊いてって、強火で炊いていくとここの中が沸いてる90度以上なので、麺からもこのでんぷん質が少し出てとろみが乗るのでいい感じの状態になります。で仕上げの状態なので、先ほど揚げたナス、揚げ焼きにしたナスを戻します。であとはバジルの葉っぱをちぎって、バジルのフレッシュがない方はここで乾燥のものを加える感じで混ぜ合わせる。
そうすると強火でやると、あら不思議、見てください、完全にいい感じに絡んだので、これで盛り付け焼いていきます。はい、これでナスとトマトのスパゲッティ完成です。はい、いただきます。皆さん、これはもう完全にザ・南イタリアっていう感じで力強くて本当に美味しいですね。今日はパスタを茹でる時にチーズのコクが結構加わるから太麺がいいって言ったんですけど、こちらはその太麺のスパゲッティが今日のパスタ合うような感じにはなってるんですけど、現地ではショートパスタのオレキエッテっていう耳たぶのようなパスタで合わせることが多くて、ショートパスタもペンネとか定番のショートパスタでやってもとても美味しいパスタになりますね。で今日はですね、ホームワインのボルドーワインって言ったら赤ワインのイメージなんですけど、その中に実は白のボルドーが入ってて、この白ワインがヤギのチーズと相性がいいので、このヤギのチーズと合わせてちょっとこの白ワインで飲んでみます。最高のマリアージュですね。でこのワインは以前紹介したワインのサブスクの中のボリューム7に入ってる白ワインなので、気になる方は概要欄ぜひ見てみてください。はい、ごちそうさまです。このパスタなんですけど、イタリア料理を感じられるかなり骨太で美味しいパスタになっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。